はい、おはようございます。リアの萩原です。今日はですね、伊勢湾に来ております。もう早速ね、釣りをしてるんですけど、今日はジャグベイトを使ってね、サワラです。キャスティングのサワラゲーム、なおかつミノゲームね、これをお届けするんですが、もうね、後ろにね、もうやる気満々の、おお、跳ねた跳ねた、ね、こういう状態なんですよ。はい、今日ね、大佐が来て、もう早速釣りします。大佐、今日よろしくお願いします。はい、こんにちは。大佐でございます。ジャグベイトがね、食ってくるんですよ。わかりました。めっちゃ楽しい。なんでね、はい、朝の時代だからちょっと急いでやります。はい。もうやってるけどね、大佐は。はい、といった感じで今日はね、2人楽しくやっていきます。お願いします。よろしくお願いします。はい。状況的にはね、まだね、ボイルはしてないんですよ。跳ねてはいるけど。跳ねとかあるんですけど、まあボイルまでにはいかないので、ちょっとアピール重視。ジャグベイト160のデラマッピ、これでいきます。大佐ジャーク朝一割とゆっくりめ。そうですね。こう特にこの風がバーッとあるときは、こうスラッグを出して泳がせる。この止まった時に食ってくる。これがたまらない。ドンドンって食ってくれるのが一番気持ちいいってことね。はい。なるほどなるほど。あれは食うやつだよ。あれ食うやつ。ジャグベイトの釣りね、基本的にこう何でもいいわけじゃないじゃないですか。そうなんですよ。綺麗にやっぱりダートが決まってる時の方がやっぱ釣りやすいですよね。はい。で特にね、ジャーク中にズンってくるやつがね、もうたまらん。当たりがやってもうた。いますよ大佐。結構ね、こうジャークベイトを使いたい、やってみてる人でこうなんかやってるうちが手が痛いとかっていう方多分いると思うんですけど、手首は動かさないように、腕をここだけ動かす感じ、ここだけね、これだ上でやる時もこう、そうすれば腕全体使うんでそんなに疲れないで、握りもガチガチにここ握る必要あんまないんで、軽めでいいです。軽く、もうなんなら半開きぐらい。それでも疲れちゃうような人の場合、釣りに慣れてないような方の場合はリーディング、もう巻きだけ最初だけちょんちょんちょんってルアーを入れてあげて、そしたらもう巻きグリン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 って1回転の中でちょっと緩急をつけてあげる。最初ゆっくりで後半早く、こう巻き込んだ瞬間曲がるでしょ。で戻ってるじゃないですか。これで勝手にテンションかかってくれて、ルアーが多少なりともねダートしてくれるんですよ。これ楽ですね。もう脇とかに挟んじゃってもできる。正面で、ね、食いしぶりにはマニックフィッシュ88。大佐にはジャーク頑張っていただいて。いやもうシンキングに変えとる。ブラックメタルのスーパースリムブレード、リアはねトレブルフックカスタムで、これトレブルフックにしてあります。グリグリ巻いてみます。お、来た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 、一発。はい、ほらこのサイズ。サゴラですか。サゴラですよ。まだまだこれからですよ、ね。なんでちょっとボイルがなくて、ちょっと、ベイトもね小さめだったんで、とりあえず保険のスーパースリムブレード、これやってみたい。一撃でしたんで、はい、なんでね、上に反応ない時、予備としてねジグ1本ね、こういうの持ってきてもいいと思います。はい、よかった、やった。
はい、今ね釣れたねサワラ吐き出した。これ片口ですね、口が下なんでね。このサイズなんですよ。やっぱ身の音が反応しにくい時ってやっぱどうしてもあったりするんでね。なのでまあ念のためでね、こういうね今釣れた、ね、ドラッグメタルこういうのを使ってもらうといいと思う。で今僕使ってるのはこれ160なんですよね。これね大きいやつ3センチサイズぐらいで、ウエイトもちょっと重めになってるんで、飛距離はまあ申し分ないぐらい飛びます。バシューッと飛んでいくんで。春はここら辺やっぱ波が高いんで、うん、潜ってくれるとめっちゃいいですね。そうですね。だから130に比べると大体ね50センチぐらい160の方が深く入るんで、水のつかみ方とかそういうのもいいと思います。ただ抵抗すごい大佐も使ってくれてるけどそんなに辛くないでしょ。130とかそんな変わんないですよね。変わんないですね。ええよ。ね、ジャックの里だし、ここジャークの里。泡潮目も最高やしあとは釣るだけあとは釣るだけ最高やね。うわやっぱ飛ぶね。飛びますよ。160、 160 90振り切メーター。れたらだいぶいくと思います。そう90メーターね、フォローでフォローの風ですけど飛べば十分でしょ。だいぶ確率上がりますよ。上がりますよね。こんだけ投げれたら。やっぱり何にね飛距離結構サワラ重要なので飛ぶルアーを選択した方がいいですね。で飛距離が出ても潜ってくれるもん。うん、そう。だからレンジもねええキャストしたらした分だけ入れやすいですもんね。そうなんよ。安心ですよ。だから高いところから飛ばしても全然潜ってくれるんで、任意でレンジカウントダウンしてあげれば最初から例えば2メーターぐらい沈めてからそこからアクションさせればより深いレンジも探ることができますからね。ブラインドでこうやって、まあ、羽がなかったりとかボイルがなかったりしてで、特にねこう10メーター未満のシャローエリアとかもうちょっと深いところだったらしっかりこうカウントをして沈めてもうちょっと1段2段深いレンジをこうやってジャークしてあげるのもできますから。お、来た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 おしゃ160炸裂ですよ。160。イエーイ。おお、すげえ走るなこれ。お、見えた見えた。このままいきますよ。おーいね、裏べり剪定とか見ると暴れるからドラグ絶対入れちゃダメだからね。いきますよいきますよ。待っていきますよ。よし、いやーやったージャークできましたよ。160炸裂やりましたわ。やっぱりねこのジャークしながらビシッとこの重みが乗った時の嬉しさ、これは半端ない。これね2のほどのねジャーキングじゃないと味わえない、その楽しさです。やったいや、いけるでいける。はいはい、スーパーボイルチャンス。うおーサワラのねスイッチが入ってこうお祭りは突然やってくるんで、心は絶対折れちゃダメですよ。もうやり続けないとこれ出会えないし釣れないから。ああ、これ前のそれは食う。うわあ、よし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 。
ナイスナイス。やったー。ジャックベイトで釣りましたよ。あ、よかったね、ピンキョンか。あ、よかったね。よし、じゃあ、じゃあ矢野船長のいるやで。ありがとうございます。よかった。いや、よかったね。お待たせしすぎたかもしれません。ありがとうございます。大佐が一本いただきたのでございます。ありがとう。ラスト一本でね、ああ、おめでとうございます。ジャンクで粘ってやりました。一日中ね、魚がちっちゃいですけどね、本当に渾身の一本があげました。ありがとうございます。萩原さんとね、矢野船長とみんなで協力し合ったこのジャックベイトで釣ることができました。嬉しいですね。ありがとうございます。はい皆さん、今日は釣れてよかったですね。お疲れ様です。朝は自分のもう思う通りのジャークをやって、なんでみたいな感じでした。はいでこう魚の活性がいまいちだったのか、スイッチが入りきってない状態でしたよね。ベイトが小さいのと両方あったかもしれないですね。まあまあでも最後にはね。みんなで釣れて仲良く。もうあれ釣れた時にどっと疲れてちなみにこれ11月ぐらいにオンエアになるんですけど、まあそれぐらいの伊勢湾ってどういう感じの状況になるんですか？そうですね。もうちょっと数釣りのシーズンはまあ終盤になるんですけど、まあ出ればもう本当にいいサイズばっかりなんで、このもう160の飛距離をそうですね。武器にしてもらって、あれ武器ですからね。あれをもう追い風に乗せて投げればもう凄まじい飛距離で後半引けると思うんで、見てもらって参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思うんですけど。なるほどなるほど。じゃあ締めのコメント大佐お願いします。僕がジャックベイトを一番うまく使えるんだ。僕らも使えるんだ。使いますよ。はい、といったわけでジャックベイト全員キャッチです。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。